はい、こんにちは。小島漁師浜湯です。はい、皆さん大変長らくお待たせしました。久しぶりの動画ですね。本当は僕も撮りたかったんです、早く。でも撮ることが難しかった。こんな茶番はさておいて、単純にね忙しかったんですよ。海苔の片付けもしてたし、それから断捨離とかもしてたし、あとですね、ネタはね1兆個ぐらいあるんですよ。1兆個は大げさですけど、30個ぐらいはネタはあるんですけど、とりあえずね、僕自然系の YouTuber なんで、漁師系なんで、魚が取れないとそのネタも動画にできないってことで、冬はね皆さんご存知の通りタイとチヌとヒラメぐらいしか僕取れないので、やっぱ皆さんそれだと面白くないんで、それで撮影してないっていうのもあるし、あと冬は風がめっちゃ吹くので、それで単純に仕事の合間のタイミングに合わなかったとかですね、いろいろあるんです。一番の問題がね、肩が痛かったんですよ。年明けてから、年明けで海苔の片付けして1月ぐらいから、今もう2月の末なんで、1月の終わりから2月の末まで1ヶ月ぐらいね肩が痛い。それぞれ含めて全部言い訳です。ごめんなさい、遅くなりました。お待たせで、最近はね、年明けてから変ななんかショート動画の過去動画のやつばっかやりやがってって、皆さん思ってると思いますそんな過去ばっかこすらずね、こするのは一物だけにしとけって話なんだってんだよ。で、一応は取ろうとしていた痕跡っていうのがこのタコなんですよね。見てください。ちょっと暗いんですけど、これをねタコを正月に買ってタコ揚げをしようと思ったんですよね。タコをちょっと干してタコのタコ揚げとかしようと思ったんですけど、このタコね、なんと観賞用でした。最近こんな大きいね立派なタコがないらしくてですね、これは観賞用ということでここに飾っております。ちなみに今もちょっと風邪ひいててですね、朝から扁桃腺が腫れて、なかなかしんどいですが、頑張って撮影していきましょう。それじゃあ今日の企画は水中ドローンを使ってヒラメを釣りに行きたいと思います。久しぶりだから撮り方とか流れとか忘れたな。とりあえずですね、水中ドローンを僕去年ぐらいに買ったんですよ。でそれを使っていろんな企画を撮ろうと思ったんですけど、考えたら潜ればより綺麗に GoPro で撮れるなと思って水中ドローン使わなかったんですけど、やっぱね水中ドローンかっこいいじゃないですか。使いたいというわけで水中ドローンを使ってヒラメをね見つけていきたいと思います。2月3月とかねなってくると、ヒラメが産卵のためとかで丘の方に上がってきてるんですよ。バチボコにヒラメ超えております。そのヒラメをドローンで見つけて、水中ドローンで見つけて、そのね前にメタルヘッドかなんか知らないけど、そのワシャーっとねワサーっとついたものを前に落としてヒラメ、バチバチのヒラメ釣っていきます。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。前置きが長すぎるとねみんな離れるんじゃないかな。じゃあ早速行きましょう。はい、こちらイオンで購入したカゴでございます。盗んだわけではありません。で、撮影自体ももう2ヶ月ぶりぐらいだから。で、こちらが今回使うドローンですね。じゃあ行きましょう。行ってらっしゃいの前に、そうだ電気とですね、そうだ、見せたいものがあったんだ。僕の小さな夢の一つが叶ったやつがあるんですけど、こちらガマオジとザリガニ魔人。これね20歳ぐらいの時に僕見てね、めちゃくちゃ、20歳じゃない、中学生の時か泣いたんですよ。映画館で友達と2人でボロボロ泣いて、でその時にこの本が売り出されてですね、5万ぐらい当時してて、確か新品だったかな。でもとても買えなかったんですけど、最近ようやくね買うことができました。こんな感じでガマ王子がねゲロゲロとやるわけなんですよ。なんか最初ねふざけた映画かなと思ったんですけど、もうねあとはそのふざけが伏線かと思うぐらいお涙頂戴展開でございました。はい、じゃあ港へ到着しました。大量の受け、これ海苔のやつですね。で、ヒラメを釣るっていうのは僕のね小さな中のさらに小さな夢の一つというか、目標の一つなんですけど、今年ね忙しかったとはいえ間があった時にヒラメをね何回もいろんな場所で狙ってね、投げて落として巻いて落としてみたいなのをねずっとやってたんですけど、結局一匹も釣ることはかなわず、だからヒラメをね水中ドローンで見つけて釣るなんていうのは釣り人の人からしたらちょっと下道がみたいな感じかもしれないんですけど、僕はねやりたいんでやっていきましょう。で竿取りに来たんですけどね、長い竿しかないな。これ
ちょっとね最近買ったいい竿。前はねなんか長くて硬いことこそが正義みたいな感じだったんだけど、最近はねちょっとなんかアコウ釣りとかもするようになったんで、ちょっと柔らかい竿で、これでヒラメを狙っていきます。今回使うのはこのちび丸、僕が持ってる一番ちっちゃい船で、見てください。ほらごっつい見えるでしょ。冬はね水が栄養なくなって透明度がすっげー高くなります。めっちゃ綺麗。じゃあ積み込んでいきましょう。よいしょ。でなんで今回ヒラメの企画をやろうかと思ったかというと、昨日沖行っててこの鯛を取ってたんですよ。この海の中をねその鯛取ってた近くの丘の方行って見てたら、ヒラメがねこうボコっていて、初めて見て大興奮したんですね。それでやろうと思いました。じゃあライジャケもつけてエンジン始動。じゃあ先に牡蠣の養殖場に来ました。このねカゴを先反転させて明日の朝まで置いときます。でこのカゴは何も入ってないんですけど、1年ぐらいねひっくり返してなんか干してたんですよ。ほったらかして、そしたらねなんか表こんなになりました。これでもちょっと掃除した方で、これもう2ヶ月ぐらいこのままなんで、1回元に戻して波の力とかでもきれいにしてもらいましょう。よし、じゃあ牡蠣が入ってるやつも干していきます。はい、じゃあ多少ね傾いちゃってはいるんですけど、全部返し終えました。で牡蠣の現状なんですけど、まあね牡蠣男爵まだっていうのはインスタとかでもいただくんですけど、去年めちゃくちゃニュースで悪かったと思います。でちょっと、動画撮るのが間が空いたんで近況報告ばっかりになってしまうんですけど、だいたいねうちで去年入れたのが15万貝、稚貝を入れるわけですよね。そのうちの8割ぐらいかな、8割か7割ぐらい死んだんですよ。だからもうほとんど死んでですね、今生き残りを育ててるっていう感じです。でなんやかんや育つにね1年か1年半ぐらいはかかっちゃうので、それでちょっと待ってもらってるっていう状況ですね。大変だよ早速ヒラメ取り行こう。はい、じゃあポイントへ到着しました。ここでねそこら辺かな、昨日の夜見つけたんですよ。じゃあ早速準備して入れていきます。でこいつ 200m 巻きだからだいぶねいけると思う。こんな感じでねこの画面が映るんですよ。よいしょ、ほらはい、じゃあ水中ドローンを海に入れて早速ヒラメを捜索していきたいと思います。で水中ドローンは僕何年か前にも持ってて動画でも使ったことあって、操船簡単だろうなと思ったら思ったより難しくて地面にぶつけちゃったりとかはありますが、練習して早速探していきたいと思います。でこういうね小入れの動画っていうのは全部つないでから後から小入れするんですよね。結構2週間前とかの記憶になっちゃってちゃんと覚えてないんですが、探していきましょう。でこちらがナマコのうんちですね。ナマコはですね土から有機物とかを取り出して、栄養だけ取り出してこのようなうんちをします。でこれがあるということはナマコがそこにいるということですね。あとですね僕二日酔いなんですよね。だから全体を通してたどたどしい感じの小入れにはなるかと思いますが、ご容赦お願いします。覚えてないことはもう全くないので、しっかりと覚えてますね。でここら辺は磯ら辺なんですけど、魚がポツポツとナマコがちょっといるかなっていうぐらいです。小豆島の1月2月3月の海っていうのはもう本当に寂しい海で、魚はかなり少ないです。かなり捜索しましたが残念。上がりましょう。思ったよりですね潮が速くてだいぶなんていうのかな、こう差でというかあれが待ってて見にくかった感じですね。第2ポイント行こう。諦めんぞ俺は。はい、じゃあ第2ポイント、二十四の瞳の近くですね。さあ果たしてここにヒラメはいるのでしょうか。探していきましょう。ここはですねさっきの海と違ってなんていうのかな、どんぶかって僕らは呼んでるんですけど、急にこう深くなるような形で、見てください、左側めちゃくちゃ深そうですね。でボラが泳いでました。今の時期はカンボラ、今の時期って言っても撮影
当初が3月初旬なんで、その頃はまだカンボラといって差し支えないかなと思います。それが泳いでいました。あとですね、クロダイも泳いでて、で浅瀬には全然ヒラメがいなさそうだったので、深めの方も攻めていきますが、残念ながらヒラメを見ることは叶いませんでした。見つかな。太陽も沈んできた。はい、でさっきの場所30分ぐらい探してたんですけど、まあいないね。夜しかいないのかな。風も吹いてきたし、昼も暑かったからこんな格好で、寒い寒い。超極暖です。これがね、運ぬくいんですよ。いや、水中ドローンに夢中になってたらね、そういえば今日ね、5時から 6月のイベントの打ち合わせがね、あったんですよ。もう今5時5分なんですよ。急いで向かいます。失礼しました。そこまででも読み取れてないですよ。スクショしてこうやってこの参加者特典のところ、僕自分が取った魚を食べてもらいたくて、そういうのはいけますか？めちゃくちゃいいじゃないですか、それ。ありがとうございます。はい、人数も多いんで、なんか取り合いこの度初めて小豆島でファンミーティングを開催することになりました。僕が取った魚を料理でお出しして、僕が自腹を切ってプレゼントもご用意します。小豆島の魚で、美味しいと幸せをね感じて帰ってもらいたい。それがね僕の当初からの一貫の気持ちですよね。 YouTube を始めたね、そんな長くなりそうだ、応募抽選となります。皆様小豆島でお待ちしております。はい、こんばんは。それでは月日は流れまして、現在3日後の、夜中の12時ですね、海にやってきました。なんでこんなことになったかというと、飲みすぎたっていうのもあるんですけど、あの後ですねドローンで何回か探したんですけど、全く見つけることができませんでしたというわけで、1回見つけた夜の海にやってきました。で夜の海からこうやって光を当てて魚を見つけていきたいと思います。ただ夜の海って、こうやって上から見るとね、ちょっと風があるだけでこんなしてなんか見にくいんですよ。ここで登場するのがこちら、箱メガネというやつですね。この箱メガネは水の中につけることで、海の中が見やすくなるといったね、そういう代物でございます。でちょっとね反射でめちゃくちゃ見にくいで、周りから照らさないとダメだ。一回ヘッドライト外して、こうするとほらよく見える。よし、これで見ていこう。で最近ね、なんか1本の動画、最近って言ったら動画最近は撮ってないけど、ここ数年1本の動画撮るのに何時間、10時間撮影以上は当たり前になってね、皆さんに、いい動画をお届けするために頑張っていきたいと思います。すごい説明口調だな。久しぶりの撮影だからな。よし、探していこう。じゃあここらからちょっと丘に入り込んで、全然見えない。よいしょ、これをくっとこうで、ちょっと今回は主観物だけでいきたいと思います。これねちょっと水入れておくといいんですよ。よいしょ。海の撮影は大変だ、わかるでしょう。で冒頭でヒラメは寒くなってきたら産卵のためとかに多分丘にやってくるんですけど、この間このね砂地のとこで1匹見つけたんですよ。だからこういうあんま砂地じゃないとこはいないかもしれない。夜の撮影は大変だ。もう夜中にこんな真っ暗な中一人で喋ってるのもなかなかの不審者です。もうちょい浅いとこ行こう。見にくいわここ。これで見るのがあまりにも見にくすぎて、もうヘッドライトをバックオンにしてそのまま見てます。でこの間ここで見つけた時はもう本当にね、なんか擬態してんのかっていうぐらい普通にポコっていました。でその状態ね、僕漁師歴長いんだけど初めて見て、そもそも探したことなかったんでめちゃくちゃ興奮しましたね。いやーこれ厳しいぞ。今日は無理かもしれん。赤クラゲだ。これ赤ちょうちんとか電気クラゲって呼ばれるやつなんですけど、これがね春以降5月とかにかなりでかくなってくるんですよ。これに刺されると痛い。僕が長瀬で痛いって言ってるやつです。目に入ると悶絶もんだからね。ダメだ、とてもじゃないけど見えない。この作戦は失敗か。こんな日に限って結構風吹いてるんですよね。無理かも。はい、結論から言うと全然無理でした。風速がもう2メートル超えてくると完全に無理ゲート化しますね。まず全然見えない。疲れた。1時間
半ぐらい捜索したかな。明日また別の何かで挑戦します。はい、じゃあ風影の方にやってきました。で、私、昨日無理したせいかめちゃくちゃ風邪ひいて超体調悪いです。頭痛いです。で、ここら辺は割と秋から釣りしてる人が多いので、もしかしたらいるんじゃないかと思ってやってきました。今日こそヒラメを釣って終わらせたいところです。はい、じゃあ早速水中ドローン入れてまた探索していきましょう。よいしょ。じゃあ早速水中ドローンを投げていきます。投げたのにも理由があってですね、あんまり浅瀬だと砂を吸ってしまうので、それは良くないということで投げました。で、ここもいい砂地でヒラメがいそうな雰囲気は十分にあったんですけれども、残念ながら見つけることは叶いませんでした。また新しいところへ来ました。ドローンを沈めていきます。もうね、ここまでするんだったらさっさと潜るか普通に釣りした方が絶対早いとは思うんですけど、それはね違うんですよ。普通の仕事だったら効率的にやるのがそれは一番なんですけど、 YouTube のお仕事、YouTube っていうのはワクワクをね楽しむ仕事ですから、ロマンです。行きましょう。多分無理やろな。ここも捜索していきましょう。ここはですね、石がずっと斜めに深く入ってて、10メーターぐらい下まであるって感じです。魚っけはね、小魚が少々いるかなっていう感じで、僕らが肩と呼んでいる、要は磯と砂地の境目ですね。そこまで降り立ってきて探したんですが、ヒラメは見つけることは叶わず、人手が見つかっただけです。人手ってね、思ったより早く動くんですよね。こんな感じ。じゃあ次。テトラの内側の砂地とテトラ部分です。残念ながら見つかりませんでした。じゃあ次はここらはあんまヒラメ取ったことないけどどうでしょうか。もうここがほんまの最後とします。マジでいない。マジの泣きの1回です。自分とこの鳩を見ます。もうね、水中ドローンの電池も 20% ぐらいしかなくて、これが本当の最後ですね。っていうか一回ここ見たんですけど、どうかな。はい、捜索からですね、およそ10時から今が3時なんで5時間捜索しましたが、見つからないね。こんな小豆島ヒラメ少ないとは思いませんでした。それは網でも1、2枚しかこの自分でも取れないわけですね。これがね、現実というわけで、本日はご視聴ありがとうございました。では終わらないんですよね。はい、というわけでまた懲りずにやってきました。企画変更することはあっても企画を中断させることはない。今夜というか前夜は皆既日食ですね。朝の3時半です。僕はやっぱこうやって探すのがね好きみたいなんですよね。こう海を捜索するのがやっぱ楽しいです。今日も頑張って探していきましょう。今日も若干ほら見て、風なんですよね。見にくい。はい、おはようございます。今現在夜中の2時ですね。ドローンとかの映像をダウンロードしてちょっと編集しようと思ってやってきました。なかなか撮れないですね。風でしんどいのもありますが、しんどい、なかなか辛いものです。しかし諦めない、絶対に撮るというわけで、今日こそはね絶対撮りますよ。頑張ります。はい、じゃあアコをついたポイントをやってきました。今これ取れなかったらもう潜ります。潜ってね、ヒラメつく動画は別動画にしたかったんですけど、まず1本ができないということで早速やっていきましょう。潜るって言っても3月の頭なんで10度ぐらいなんですよね。めちゃくちゃ寒いから、とりあえず今回はこれで見つけたいね。釣りたい。そして行ってこい。ここは正直めちゃくちゃ期待してた場所で、縦網やっても大概1枚か2枚はかかってくるような場所ではあったんですけれども、残念ながらヒラメの毛の字ももう魚もいない。アコウももっと夏めっちゃアコウ泳いでたんですけどね、いたのはナマコだけです。
あと魚が1匹いたとすればこのコブダイですかね。コブダイの、メスかオスかちょっと分かりませんが1匹いたっていう感じで、それ以外見つけることは叶いませんでした。あと怒りがありました。これは僕が打ってる怒りですね。怒りは斜めほどこうしっかり地面に食い込むので効きます。引っ張るのが斜めね。色、ここでは大量のチヌが見えましたね。こんだけチヌが見えることは結構僕の中では初めてだったので、操船してて綺麗なって思いましたね。で、網にこの一とこにこんなかかることはないので、なんだろう、網入れても全部はかかんないんでしょうね。電池残量3になりました。今日の捜索時間2時間半です。ずーっと海の中で動かしまくり、全然いない。魚っ気もほとんどなくて、やっぱ冬の磯回りの魚とかはもう全然いないというか、どっか行ってますね。早く春よ来い、春よ時春よ、まぶた閉じればそこに。で潜ろうと思ったんですけど、やっぱりね、釣りで釣るというのを諦めきれなくて、今釣りに向かっております。水中ドローンで見つけるんじゃなくて、もう投げまくると、最初からそうしとけっていう話なんですけど、ワンポイントへ向かいましょう。釣るぞ。はい、これをねずっといろんなとこでやってるんですけど、実際にまだ釣ったことはありません。このやり方が悪いのかな、巻き方が早いとか、食った後にどんな感触が来るのかも知らないんですよ。この巻いてる時に来るのか落としてる時に来るのかっていうね。ダメだ、移動。はい、というわけで最後の釣りも虚しく、もう結局潜りに来ました。本当はね別動画にしたかったんですけど、あとまだ風がね、風の後遺症で声がちょっとおかしい。でまだ3月初旬、水温は10度前後ということで、冬用のスーツに着替えました。これねあったかいですよ。それでもめちゃくちゃ寒いけど。でメーカーはツサさんで揃えてるんですが、いっぱいご提供いただきました。手袋、足のやつ、足ひれ、それから水中メガネ、かっこいいですね。でこの GoPro の部分はスーツを買わせていただいた EB ダイバーズさんが特別につけてくれました。これで撮影ができます。で素潜りの時にしんどいのが、この重りをつけなくと体が浮くんですよ。で今回新品のスーツでこれだけで12キロ、この重りをつけていきます。いや変身で、今回森でヒラメをついていくんですが、いつもの手盛りだとやっぱりね、全然飛距離とかもないらしくて、直帰盛りの外れるやつですね。これを直帰盛りと言います。これのいいやつをちょっと買いました。じゃあ足用のグローブ、なんて言うんだ、足用のブーツか、これを履いて、で上から閉じる。じゃあ足ひれも履いて、潜るまでがしんどいスーツって。それで1回だけ冬ごっつい声だな。1回だけ冬潜ったんですけど、手とか足はバッター冷え性の僕でもなんとか、5ミリの分厚い履いてるんで耐えれたんですけど、露出してる顔がめっちゃ冷たいんですよね。僕行ってもしゃあない。というわけで手袋履いて行ってきます。よいしょ。入った瞬間出たくなります。びっくりするぐらい寒いです。で水中ドローンで無理なら裸眼ならいけるかなと思ったんですけども、ここも砂地とかいろんなところ、深く潜ったりしても探してはみたんですが、見つけることは
なかったですね。もう見つけることがなかったってずっと言ってるのが嫌だ。5分ほど潜ってたんですけどね、連日の風のせいか視界が悪すぎて何も見えない。ヒラメ見つけるどころの話じゃないのでちょっと移動します。さあ、一番期待している場所で潜りたいと思います。でね、海での撮影の大変なのがカメラが反応しないっていうのがまず一つ大きいですよね。でこのようにカメラを移動して自分が入る位置にカメラを動かしてからドボンと入ります。はい、じゃあここは水中ドローンでも入って一番期待していた場所ですが、いざね自分で潜ってみるとまずその柄物の多さと視界の悪さに驚きました。視界がとりあえずめちゃくちゃ悪い。だとこの、柄もって言ってもなんだろうな、赤褐色だったかなんか滑走類だったかちょっと名前忘れたんですけど、赤木系ですよね。それらがめっちゃ生えてました。でも昔に比べてかなりねなんか弱々しい感じではあります。で下の方が見えない深いとこも潜ってみてかなり捜索したんですけど、ほんと上からの視界が悪すぎて毎回深いとこ潜るのしんどくて、ここで見つけることも叶いませんでした。疲れました。丘に上がる時にですね、ここをちょっと当てちゃいまして、外れるよとは言われてたんですが早速外してしまいました。災難ばっかじゃん。とりあえず移動しますか。じゃあ今度は酔い去りをした砂地にやってきました。ここの方がまだね視界はいいと思います。でこれなんですけど、やっぱ手に持つのは無理ということで、このように外れないように応急処置だけしました。多分大丈夫だろう。よし行こここはどうでしょうか。皆様想像の通りここもダメで、見つけたのは何やら謎の貝でした。中にはヤドカリが入ってました。はい、2時間ほど捜索してゼロです。魚っ気も全くない。やっぱ夜の方がいるんですかね。夜行こう。諦めない。参るわ。マダラちゃん寒いよ。寒いよマダラちゃん。もうマダラもね13歳か14歳でおもらしするようになっちゃって、もうおじいちゃんですな。おじいちゃん元気なおじいちゃんだ。口臭い。はい、ただいまということで事務所の方へ帰ってきました。いやーマジで心折れそうになりますね。なんたって約3ヶ月ぶりの撮影なのに、もう撮影開始して10日以上とか2週間ぐらい経ってます。散々探しまくってヒラメがいない。網やったらかかるのになんでこんないないんだろうっていう、めっちゃ不思議ですね。で人の話聞く限りやっぱ昼でもいるんですけれども、やっぱねカメラを回すとどうしてもねカメラのなんていうのかな、カメラセンサーが反応するんですよ。もうカメラを回すと目的の魚が急にいなくなるっていうね。だから僕もカメラ回さず潜れば多分いるんでしょうね。風は引くしヒラメは取れんし動画は終わらんし散々です。とりあえず乾杯。で今日潜っていたものといえば皆さんご覧の通りナマコがちょっといたぐらいなのぐらいですよね。でチヌもちょっと見えたかなってぐらいで、あんだけ秋に潜った時にアコウとかいたのがもう全然いないし、で冬の海って本当は視界も栄養がなくて視界がもっと綺麗に開けてるんですけど、なんかせ連日の風で、風っていうのはこの僕の風じゃなくて吹く方の風で海の中が攪拌されちゃってね、今日は視界がすごく悪かったです。3時に夜中行ってどれだけ見えるのか、果たしてヒラメは夜中の方が上がってきてるのか分かりませんが、とりあえず3時に起きて行きたいと思います。最悪網をする。そこはねご容赦願えればと思います。ブランクです。ブランクというか久しぶりなんです。リアルです。でははい、ありがとうございます。というわけで夜中の3時ですね。時計ついてなかった。癖でこうなっちゃうけど、3時潜りに来ました。今日こそはヒラメを見つけてやる。夜の海潜るのあんま好きじゃないんですよね。なんでかっていうと暗くて気持ち悪いんで、なるべく夜は潜りたくなかったんですが、そうも言ってられない状況で行きます。というわけで昼の海がダメなら夜の海ならいいんじゃないか。
夜はね一回その砂浜といいますか、砂地の部分で船の上から見つけたことがあるんで、夜の方が丘にやってきてるかなとは思ったんですよね。で1回目のこの潜った場所、ここは残念ながら見つけることができませんでした。魚っ気も全然なかったね。生後が泳いでたぐらい。さあ場所を変えまして、ここはどうでしょうか。ここではねもう僕は結論知ってるんで言いますけど、とあるお魚が取れます。皆様もう少し見てください。何か探していると磯回りでとある魚を発見。ヒット。めちゃくちゃいいタケノコメバルをゲットしました。タケノコはねタケノコの時期に同じく美味しくなるお魚で、これちっちゃく見えるんですけどかなりでかいです。僕の手2つ分ぐらいの大きさはありました。その後も捜索するんですが他の魚を見つけることはできませんでした。取れたタケノコメバルの大きさはこんな感じで、さばいてみると内臓脂肪がやばすぎました。天ぷらと刺身にして食べたらめちゃくちゃ美味しかったです。で体調悪いのしっかり熱もありました。すいません、結局網やりました。もう今年は多分見つからない、結局網でございます。ただ諦めたわけではございません。いつか必ず水中ドローンなり、夜ね上から見つけるなり潜ってつくなり、ヒラメはねそれで取りたいと思います。今回はねリハビリということで、網でお許し願えればと思います。それじゃあやっていきましょう。浮くもの。はい、じゃあ網繰りを早速していきたいと思います。受けを上げてやっていきましょう。最初にお伝えした通り僕は二日酔いなのとずっと風邪だったので喉の調子が悪いのでちょっとねあんま深いラオとかもしれないですけどご了承願えればと思います。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。この声どうにかならんかな喋りたくない。網を上げていきます。網ならヒラメは取れるだろう。ただなかなか1匹目が上がってきません。最初に来たのはナマコですね。海の中でもよく見つけたので散々潜ったし、散々水中ドローン入れたし、散々上からも見ました。そこそこいたので空かかってくるなといった感じでございます。で2つ目もナマコですね。でナマコってもともとコって呼ばれてて、ちょっと待って、ヒラメが来た。違う人手が来た。ナマコってもともとコと呼ばれてて、生で食べるようになったからナマコって言われてるものですね。豆知識を一つ。次に来たのが瀬戸鯛。僕らがビングシと言ってるやつで、非常にね夏ぐらいとか塩焼きにして食べるとホロホロで脂が乗っていて美味しいお魚です。質的にはイシダイとか石垣鯛とかそっち系に似ているんじゃないかなと思います。さあ次にやってきたのが瀬戸内魚の王様マダイですね。真の鯛みたいな感じですかね。魚の間っていうのはなんか真のっていうか一番なんていうんだ、一番、普通のやつってことです。悪い意味じゃなくて王道みたいなそんなイメージですね。じゃあ次も網を上げていきます。またしても来たのはマダイなんですが、僕の動画で何回も説明している通りアガリのお魚ですね。瀬戸内海ではアガリのお魚は極端に安くなってしまいます。というのもですね、何が違うのって話なんですけど、食感がまず全然変わってきて、アガリだとすごい身質が柔らかい状態で上がってきます。でこのように生きた状態で締めてその日のうちに食べる分にはすごいねグリグリになってきます。今ね声入れしだしてずっと喋ってるんですけど、喉が限界に来て近づいてきました。で今ついてるのがヒルですね。でなんでヒルがつくのかっていうと、寒い時期になると魚がそこの方で動かなくなってくるんですよ。それでヒルがついてるんじゃないかなと思います。ヒルがいるなんて思わなかったと思うんですけど、昔からねヒルはついてきます。
ただ生かしておくとなぜかというかお腹いっぱいになってからですかね、外れますね。でタイタイと来て、次に大きなタイ、めっちゃでかいタイ、種類は違います。そう瀬戸内シーマンコブダイですね。この子はコブがあるタイだからコブダイなんでしょうね。僕はねコブダイの味は普通に美味しいと思うんですけど、見た目的な問題からあんまり食べるのが得意ではありません。ボラとかは全然いけるんですけどね、なんかコブダイだけはどうしても顔とかに寄生虫もついてるんで、なんか難しいですね。次に来たのがクロダイ、マダイ、コブダイ、クロダイ、ほとんどの瀬戸ダイも来てる。いろんなもう4種類目のタイがやってきました。個人的にクロダイのが僕はタイより美味しいと思います。めっちゃ超えてましたよ今、バチバチ。あそこまで超えるのはなかなかないですね。でまたクロダイとマダイ、こんな同じものが続くと話すものがなくなったと思ったら、ついにやってきました。ヒラメですね。念願のヒラメ、2週間3週間頑張ったヒラメ、ようやく見つけました。網ではありますが、水中の映像も見ていきましょう。こんな感じで綺麗なヒラメではあるんですが、もうね外れかけです。慎重に手繰り寄せてなんとか上げようとしますが、ここで一発手厳しいのを食らってしまいました。顔がびしゃびしゃです。カメラもびしゃびしゃで、もうね見てください、口1個しかかかってないんですよ。危ない逃げる口1個危ない。網が切れてもいかんし外れてもあかんしってとこで、ここで外れるんですよ1回で。なんとかね網を下にすくうように拾い上げて、それでヒラメをこう網で覆って取ることができました。いやマジで危なかった。本当良かったです。この時は最高に嬉しかったです。やったぞ。いや全然ねイサリとかそんな釣りでもなんでもないんですけど、だいぶ深いね。ここ15メーター18メーターぐらい、とても潜れないとこ。ようやくヒラメ、綺麗なバチコチ超えてるやつ、いいやつゲットしました。嬉しい。手間かけさせやがって、やっと動画終われる。嬉しい。やっと動画終われる。ズルみたいなもんですけどね、網だし。さあ見事なヒラメを取ったということで、3月の初旬もうちょっと超えててもよかったかなと思うんで、10点満点中7点ぐらいのヒラメではあるんですが、よかった。しっかりカメラを拭いて残りも気を抜かず撮影していきましょう。とりあえず1匹取れたんでもう安心です。で次に来たのがコブダイのメスですね。コブダイはねメスばっかで生まれて大きくなってオスになります。強いやつだけがね。でこれは瀬戸内海高級魚の一つ、オニオコゼですね。ちょっと反応が遅れてきたぞ。これがメイタガレ、頭に板みたいな硬いもんがついてるからメイタガレ、僕らはメダカって呼んでます。で次に来たのがクロメバルですね。メバルって磯にしかいないと思われがちだと思うんですけど、案外砂地にもいたりします。そして小さいマダイはリリースですね。大きくなって帰ってきてください。奥に網がちょっと見えました。でこれからの時期最高に良くなるアマテガレ、これ家で唐揚げにして食べた、唐揚げじゃない、煮付けにして食ったんですけど、うまかったですね。唐揚げとかも最高に美味しいんですよね。十字の切れ込みとか入れるとブロックになってね、その身の部分が食べやすかったりもします。で最後の最後にやってきました。もう僕の厄介者、赤絵のでっかいやつですね。谷庵さん、漁師系じゃないわ、大食い系 YouTuber の谷庵さんがいらっしゃると思うんですけど、その方がなんか赤絵欲しいって言ってたんで、この赤絵は谷庵さんに送りました。ドゥル、いや刺されたくもないし、食べるにはいいですけどね、癖がない感じで。で残りも編み上げていくんですが、
残念ながら他にお魚はいませんでした。こんな感じで網繰りは終了です。お疲れ様です。はい、というわけで網繰りが終了しました。やりました。とりあえず網だけど1匹取れましたね。深めのとこで長い網やって1匹いただけなんで、それは見つかりませんよね、いないよねって話で、とりあえず取れてよかった。さあ帰ってきました。取れたものを見ていきましょう。はい、こちらが本日取れたお魚たちです。コブダイ、赤エイ、クロダイ、マダイ、セトダイ、アマテガレー、メイタガレー、メバル、オニオコゼ、ナマコ、そして目的のヒラメです。サイズはこれぐらい、何センチなんだろう、70センチぐらいあるのかな。2.5 キロってとこかな。声具合はぼちぼちですね。今の時期だったらもっと盛り上がっててもおかしくない。じゃあ生きてるのは生かしておきます。死んでるのは氷で、網来る時についてたヒルですね、外れてました。なかなかでかいです。はい、こんにちは。深夜の漁師ラジオの時間です。 MC は小豆島漁師浜優です。やりましたね。テンション上がっております。結局ね、水中ドローンで見つけるっていうのが当初の目的だったわけですけど、そこからずれまくって、結局網で1匹取れたということで、今回はそれでよろしくお願いいたします。とりあえずね、10日以上撮影かけてようやく1匹取れたんで、乾杯。いいことがあった後の酒っていうのは格別です。で、明日は取れたヒラメを締めてですね、でそれで2週間ぐらい寝かしておこうかなと。その寝かしたのを食べるっていうのは今回の動画にはならないんですけど、前ねこちらの動画で寝かしたやつ超5キロぐらいのヒラメが取れた時に寝かした時めちゃくちゃ美味しかったんで、そんな感じで寝かしていこうと思います。よかった。じゃあ今から頑張って編集やります。おやすみなさい。はい、じゃあ皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。おっと、足を使ってると言わないでくださいね。足で押さえないとすごい力なんです。この子を締めて、さっき言った通り2週間って言ったかな、寝かしていきたいと思います。それにしても大変な、もう久しぶりなのにめちゃくちゃ大変な撮影でした。一体何日何時間もうかかったんでしょうか。ものすごく大変でしたが、それなりの映像を皆さんにお届けできたかなと思います。で、ヒラメはしっかりと締めて、箱の中に入れて、その他タイとかチヌとかですね、それらを氷して寝かしておこうと思います。本日はご視聴ありがとうございました。